霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著37初対面竜宮会からかねて詳しい指図を受けておりましたので、その時の私は思い切ってたった一人で出かけました。初対面のことゆえ、服装なども失礼にならぬよう、日頃好みの礼装に例の担ぎを羽織りました。ずっとどこまでも続く山地。大変高い峠にかかったかと思うと、今度は下り坂になり、右に左にくねくねとつづらに掘れて、時に樹木の間から青い海原が覗きます。やがて行き着いたところは、そそり立つ大きな岩と岩との間を、えぐり取ったような狭い狭間で、その奥が深い深い洞窟になっております。そこが音立花姫様の日頃お好みのご修行場で、洞窟の入り口にはちゃんと締めが張られておりました。無論、立花姫様はいつもここばかりに引きこもっておられるのではないのです。現世に立派なお社がある通り、こちらの世界にもやはりそういったものがあり、ご用があればすぐそちらへお出ましになられるそうで。ごめんあそばしませ。口にこそ出しませんが、私は心でそう思って、会釈して岩絵の中へ歩み入りますと、早くもそれと察して、奥の方からお出ましになられたのは、私が年来お慕い申していた、音立花姫様でございました。うち見るところ、お年はやっと24、5、小柄で細表の、大層美しいご器量でございますが、どちらかといえば少し沈んだ方で、きりりとやや釣り気味の目元には、優れたご気性がよく伺われました。お召し物は、これはまた私どもの服装とはよほど違いまして、上着はやや広い筒袖で、色合いは紫がかっておりました。下着は白地で、上着より2、3寸下に伸び、それには袴のようにひだが取ってありました。お串は頭のてっぺんで輪を作ったもので、ここにも古代らしい匂いが十分に漂っておりました。また、お履物は黒塗りの靴みたいなものですが、それは木の皮か何ぞで編んだものらしく、そう重そうには見えませんでした。私はこういうものでございますが、現世におりました時から、深くあなた様をお慕い申し、ことに先日乙姫様から異彩を受けたまわりましてから、一層お懐かしく、ぜひ一度お目通りを願わずにはいられなくなりました。一向何事もわきまえぬふつつか者でございますが、これからは末永くお教えを受けさせていただきと存じまする。かねて乙姫様からのお言葉により、あなたのおいでを心待ちにお待ち申しておりました。と、あちら様でも大層喜んで、私を迎えてくださいました。自分とて、ただ少し早く、こちらの世界へ引き移ったというだけ。これからはともどもに手を引き合って、修行することにいたしましょう。どうぞ、こちらへ。その口数の少ない、控えめな物腰が、私には何よりありがたく思われました。やはり歴史に名高いお方だけのことがある。私は心の中で一人そう感心しながら誘われるままに岩屋の奥深く進み入りました。私自身も山の修行場へ移るまではやはり岩屋住まいをいたしましたが、しかしここはずっと大掛かりにできた岩屋で、両側も天井もものすごいほどギザギザした荒削りの岩になっていました。しかし、表から見たのとは違って、中はちっとも暗いことはなく、ほんのりといかにも落ち着いた光が部屋全体にみなぎっておりました。これなら精神統一がうまくできるに相違ない。持屋は持屋と申しますか、私はやはりそんなことを考えるのでした。ものの2丁ばかりも進んだところが、姫のご修行の場所で、床一面に何やらふわっとした柔らかい敷物が敷き詰められており、そして正面の
棚みたいにできたくぼみが勘床で、一つの丸い御神鏡がきちんと据えられているばかり。他には何一つ装飾らしいものは見当たりませんでした。私たちは勘床の前面に、左と右に向き合って座を占めました。その頃の私は、もうだいぶ誘拐の生活に慣れてきていましたものの、とにかく自分より1000年余りも以前に、起憂せられた、非常に名高いお方とこうして、膝を交えて親しく物語るのかと思うと、何やら夢でも見ているように感じられて仕方がないのでした。